そういえば動画アップのペースが上がりませんね。変にこだわって無駄なことたくさんしてるからじゃないですか？多分誰も気にしてないからどんどんアップした方がいいですよ。聞いてますか？おい。韓国では依然として感染拡大が止まりませんが、これを受けて韓国は危険だというイメージが先行し、過剰な憶測やデマを呼んで韓国を嫌悪する動きが広まっています。またそれとは別に、韓国の感染拡大を受けて入国を禁止したり、隔離など検疫や入国手続きを強化したりといった対応を取る国が出てきています。その数は82カ国にも達しています。今や世界中に感染拡大のニュースが伝わっているので、ある程度こうした動きは仕方がないと言えます。まず、入国禁止措置は貿易のための基本的な手段なのでこれをもってしてあれこれ言うのは適切ではないですね。それは韓国メディアが騒いでいるわけなんですけれども、国連加盟国の半分がノーコリアンと言っているとかって、どうしてそんなことするんでしょうね。ニュースの閲覧数を増やすために自覚的にやっているのでしょうか。いくつか種類があるようです。一つは単に入国禁止や手続き強化などをしているだけの国。一つは最近の報道や国のそうした措置によって韓国人に対して過度な恐怖感を抱いて行動が先走っている場合。そしてそもそもの反発的感情が増幅して過剰な行動を起こしたりデマを流していくという3つのパターンですね。一部メディアではベトナムは徹底的に感染者が多い国との輸送などを断って感染者拡大が止まっていると報じています。ベトナムは当初から多少の経済的損失を負っても国民の安全を優先するという方針を出して、それにのっとってことを進めています。ここ最近では新規感染者もなく、感染者は全員隔離解除された状態ですね。ベトナムはどうしてこのように徹底できたのでしょうか？一党独裁というのが根本にあるとは思いますが、ベトナムは世界の主要生産拠点の一つと自覚し、感染拡大による稼働率低下を防ぐことを最優先事項として明確にしたからでしょう。ベトナムは初期に中国との国境を完全に遮断しました。さらには隔離施設を作って入国してきた韓国人を14日間隔離するなど徹底した貿易を行いました。しかもベトナムは韓国のテグやキョンプクといった感染拡大地域のベトナム人の帰還も拒否しましたね。本当に徹底していますね。日本でそれをやると大批判が起こりそうです。その上中国からは部品が供給されるよう調整をし、工場の稼働率は維持されているようです。こうしたところが非常にしたたかです。そんな中でベトナムでも喧嘩騒ぎが起きたと報じられていますが、これは韓国人隔離措置に対して韓国外交部が抗議したことが発端となったようです。また、隔離された韓国人が適切に食事が提供されていないとインタビューに応じたのですが、実際にはベトナム式サンドイッチが提供されていました。このことに怒り狂ったベトナム国民がツイッターで、韓国人嘘はやめろ、ベトナムに謝れ、のハッシュタグで拡散したことで喧嘩の空気が一気に高まりました。さらには韓国人俳優がベトナムでタクシー乗車を拒否された。韓国人だからと罵られる。という投稿をインスタグラムにアップして喧嘩ムードが高まっていると示したら、個人的な勘違いと指摘されて謝罪するといった事態も起こりました。単なる個人的な感想が騒ぎになったのですか？投稿には、警備が家に訪ねてきて監視するように居住証やパスポートを検査してわけもなく韓国人だと熱チェックされて、ここは本当に北朝鮮と違わないのか、共産主義がこのように恐ろしかった、と嫌悪感をあらわにしていたそうです。ちょっとおかしな方向に走りすぎてしまったわけですね。ただベトナムと韓国は経済協力で友好的な関係ですよね。そうした中にもどこかしら韓国人に対する不満がくすぶっていたのかもしれませんね。韓国国旗の対極マークをコロナウイルスの形にしたサウスコロナという画像も拡散されて騒ぎになりました。一方で中国でも喧嘩騒動が起きているそうですね。これはデマが発端ですか？韓国人がマスクをせずに歩き回っているとか、感染拡大で韓国人が韓国国内から中国に避難している。近くで韓国人が感染して死亡した。こんな情報が飛び交って喧嘩意識を増幅させたとされています。これは事実なんでしょうか？韓国のある集会で、マスクは必要ない、外に出ればウイルスにかからないと発言されたものを誇張して曲解したものがネットで拡散したためのようです。韓国人が中国に避難するなんてありえませんよね。これに関しては確認もせずに想像で書かれたようですね。韓国外交部によると韓国発の中国便は8割が中国人で、2割の韓国人は産業関係者や留学生とのことです。
中国の方が対策が優れているから韓国人が来ようとしているという憶測から生まれたようです。また、どうせなら武漢に送れ、隔離費用を請求しろという極端な発言もあります。中国政府が本人に費用を負担させると報じられましたが、これは韓国大使館が抗議して撤回させました。国際ルールでは隔離した国が負担することになっているそうです。今のところ韓国はテグとキョンプク以外はそれほど感染は広がっていないので国外退避する必要はないですよね。むしろ国外に留まろうとしている旅行中の中国人が多くいるという報道はされていますね。イスラエルでも喧嘩が広がっているようですが、これは単なる恐怖が発端です。イスラエル政府が韓国人の入国禁止措置を決定したことで、巡礼ツアー客などが不当な扱いを受けているようです。モーリシャスでは隔離されたり、トルコは旅客機の運航を突然停止させたり、大変なことになっていますね。各国とも感染防止に必死です。韓国をはじめ、イタリア、イランのように感染者が急拡大している国は同様の扱いを受けることになるでしょう。日本も感染が急拡大すれば同様に扱われる恐れがあるので渡航の必要がある方は注意しなければなりませんね。そのためにも感染拡大を防いで危険なイメージを持たれないようにする必要がありますね。一人一人の慎重な行動が求められます。